死と恐怖、そして謎に包まれた島。それがイタリアのポベーリア島だ。過去の苦しみと呪いが今もなお、この島に染みついていると言われている。かつては病に倒れた者たちが、そして後には心を病んだ者たちがこの島に集められた。命を落とした者の数は知れず、その魂は今も島に留まり続けているという。今回はその知られざる真実に迫っていこう。ポベーリア島はベネツィアとリドの間に位置する小さな島だ。地図で見れば一見静かで美しい場所に見えるだろう。しかし近づいてみると、その風景にはどこか不気味な空気が漂っている。島の面積は約 7.25 ヘクタールと広くなく、現在は廃墟が点在しており、自然に飲み込まれた建物や静寂に包まれた荒れ果てた道が広がっている。訪れた人々の多くがその場に立つだけで異様な雰囲気を感じるという。歴史を紐解くと、この島はかつてベネチア共和国時代に要塞として使われ、その後はペスト患者の隔離施設、精神病院などとして利用されてきた。要するに人間の苦しみや死がこの島に深く刻み込まれているんだ。ペストとは中世ヨーロッパを襲った黒死病のことだ。14世紀以降、何度もヨーロッパを襲ったこの病気はヨーロッパ全体で数千万人もの命を奪った。このパンデミックの中でベネツィア共和国は感染拡大を抑えるために病人や感染の疑いがある人々をポベーリア島に送り込んだ。島に送られた人々はどんな気持ちだっただろうか。病気かもしれないという疑いだけで家族や友人から引き離される。そして連れて行かれた先は死の島。多くの人々がそこで命を落とした。島の土壌にはその頃の遺体が埋められていると言われており、この島の土には人骨が混じっているという噂も存在する。実際考古学者の調査によって1500人以上のペスト患者の骨が発掘されており、急いで埋葬された形跡も確認された。これらの発見は当時の悲惨な状況を物語っている。さらに感染していないにもかかわらず隔離された人もいたという記録もある。彼らの絶望を考えると、ただ悲しいだけでなく恐ろしい。感染を防ぐための処置とはいえ、君はどう思うだろうか。だがこの島の恐怖はそれだけでは終わらなかった。次に待ち受けていたのはさらに闇の深い精神病院の時代だ。1922年にポベーリア島には精神病院が建てられ、1968年まで運営されていた。ただここでの医療行為は今の基準で考えると非人道的だったと言われている。当時は精神疾患に対する理解も治療法も発展途上で、患者は過酷な扱いを受けていた。特に有名なのが島に住む医師の話だ。地元で語り継がれる都市伝説によると、この医師は患者に非倫理的な治療や実験を繰り返していたと言われている。電気ショックや薬物療法、さらには頭蓋骨に穴を開ける手術など、今では考えられない方法が噂として広まっている。ただしこれらの話に関する確かな歴史的証拠はなく、あくまで伝説に過ぎない。さらに当時の精神病院での生活は壮絶だったと伝えられている。患者たちは小さな部屋に押し込められ、外の世界と隔絶された毎日を送っていた。興奮した者や暴れる者は拘束具で縛られ、薬漬けにされたり実験的な治療を受けたりしたという。夜には島中に患者の叫び声や泣き声が響き渡り、まるで島全体が巨大な監獄のようだったとも言われている。この精神病院は島の中央部に位置し、複数の建物から成り立っていた。主な施設には患者の病棟、診察室、治療室に加え教会や鐘楼も含まれており、特に鐘楼はかつての教会の一部を再利用したもので、島のランドマーク的存在となっている。現在これらの建物は老朽化が進み廃墟と化している。ポベーリア島を訪れた探検家や訪問者の中には、今でも数々の怪奇現象を体験したと語る者がいる。特に有名なのが廃墟の陰から現れる人影や、誰もいないはずの病院の一室から聞こえてくる子供の笑い声の体験談だ。こうした噂は心霊番組や都市伝説を扱うメディアでも繰り返し取り上げられてきた。ある探検グループは夜、島で焚き火を囲んで休んでいたところ、背後の茂みから妙な物音を聞いたという。ライトを向けると
人のようなシルエットが木陰に立っていたが、声をかけた瞬間に消えたと語っている。その直後、テント内にいた仲間が突然パニックを起こし、叫び声を上げて飛び出してきたというエピソードもある。他にも、廃墟に置かれた古い人形が勝手に揺れる、誰もいない空間からささやき声が聞こえる、夜中に遠くから鐘の音が響くといった報告が後を絶たない。ただし、これらはあくまで個人の証言で、科学的な証拠や記録は存在せず、真相は謎のままだ。コベーリア島は多くの人々がこの島に強い恐怖と魅力を感じ続けているからこそ、世界で最も呪われた島と呼ばれ続けているのかもしれない。コベーリア島はイタリア政府によって一般の立ち入りが禁止されている。その理由は安全面の問題だ。建物は老朽化し、倒壊の危険がある上、地盤沈下の影響も指摘されている。島には一部の歴史研究者や考古学者、ドキュメンタリー番組の撮影チームなどが特別な許可を得て訪問するケースもあるが、基本的には完全に閉鎖された場所となっている。イタリア政府はポベーリア島の99年間のリース権をオークションにかけた。財政再建が目的だったが、地元住民や文化財保護団体の強い反対により、この計画は実現しなかった。反対派は島の悲劇的な歴史を尊重し、静かに保存すべきだと尊重する一方で、観光開発による活用を望む声もある。今も島を目にするだけで不吉な感覚を覚える住民は多く、ポベーリア島はその存在自体が人々に強い影響を与え続けている。この島の未来をどう考えるか、それは私たちが歴史とどう向き合うかの問いでもある。君たちは韓国のコンジアム精神病院という名前を聞いたことがあるだろうか。心霊スポットとして世界的にも有名になり、韓国国内だけでなく海外からも多くの探検家や YouTuber たちが訪れていた場所だ。この病院は2012年にアメリカの CNN が選ぶ世界7大禁断の地の一つにも選ばれ、心霊スポットとしての名声をさらに高めた。長い間廃墟として放置されていたが、その歴史や噂話がとにかく興味深い。今日はその魅力に迫っていこう。コンジアム精神病院はソウルから車でおよそ1時間の距離にあるキョンギドに位置している。この施設は1992年にその名の通り精神病院として開院したが、1996年に閉鎖されてしまい、それ以来廃墟のまま放置されているんだ。そしてここには数多くの不気味な噂話や都市伝説が存在している。まず一つ目の噂は、病院内で不可解な事件や事故が相次ぎ、病院の院長が精神に異常をきたして最終的には自ら命を絶ったというものだ。この話は多くの体験談や怪談に引用されており、院長に何かが取り付いたとも噂されている。二つ目の噂は、この病院の敷地がかつて刑務所だったというもの。刑務所で処刑された者たちの霊が成仏できずにさまよい、それが精神病院での怪異の原因になっているという都市伝説が語られている。三つ目の噂は人体実験説だ。医師たちが患者を使って非人道的な実験を行っていたというもので、夜な夜な患者の叫び声が響き渡っていたとも言う。手術室に入ると背筋が凍るような寒気を感じたり、誰かに見られているような視線を感じるなど、多くの怪異が報告されている。そして忘れてはならないのが402号室の噂だ。映画コンジアムでは最も恐ろしい開かずの間として描かれたこの部屋は、実在する病院の構造をモデルにしているという。噂によると、この部屋に入った者は精神に異常をきたす、急激な寒気に襲われる、あるいは何かを見てしまうと言われている。とある噂では、扉の前に立った瞬間に突然カメラが故障し、暗闇の中からうめき声が聞こえたと証言している。また別の者は、何も映っていないはずの映像に部屋に立つ人影が記録されたと語った。映画の影響もあり、この部屋は現実と虚構の境目が曖昧になった象徴的な存在として語り継がれている。事実かどうかはともかく、402号室の前に立った者たちはみんな口を揃えて空気が変わるというのは何とも興味深い話だろう。また、監督の実弟が撮影期間中に亡くなったという不思議な出来事が重なったこともあり、
作品そのものにも呪いが宿っているのではないかという噂が生まれた。CNN がこの病院を世界7大心霊スポットに選出したこともその名に拍車をかけた。ちなみにこのリストには次のような場所が含まれている。チェルノブイリ。1986年の原発事故によって街全体が無人となり、荒廃した遊園地や病院などが残されたままになっている。事故の悲劇がそのまま時の止まった恐怖として存在している。セドレツ納骨堂。4万人以上の人骨で装飾された教会。天井に吊るされた頭蓋骨のシャンデリアなど、その異様な美しさが逆に不気味さを引き立てている。人形島。少女の霊を慰めるために集められた無数の人形が木々に吊るされ、劣化したその姿が強烈な恐怖を与える場所。軍艦島。かつて炭鉱で栄えた島が無人となり、コンクリートの建物群が朽ちていく姿が幽霊都市のような印象を与える。青木ヶ原樹海。命を絶つ名所としても知られ、音を吸収する森林の静けさが精神に圧迫を与えるとも言われている。ブードゥー市場。実際にブードゥー教の呪術用品が並ぶ市場で、動物の骨や人形、呪具が堂々と売られている。その宗教的文化的背景から来る神秘と恐怖が混在する空間だ。どの場所も単に怖いというだけでなく、そこに込められた歴史や生命、信仰、悲劇が人々の想像力を刺激し、深い空気をまとっている。コンジアム精神病院もまたその一つとして記憶されるにふさわしい場所だったと言える。コンジアム精神病院、正式には南洋神経精神病院は合法的に運営されていた民間の精神科施設だった。1996年に院長が持病で亡くなり、相続人である息子たちはアメリカに移住。さらに病院がある地域が浄水保護区域に指定されたため、法的に義務付けられた下水処理施設の整備が困難になり、やむなく閉鎖された。しかし心霊スポットとしての知名度が高まる中で、不法侵入が相次ぎ、近隣住民に多大な迷惑がかかるようになった。夜中に訪れる若者たち、ネット配信者、YouTuber たちの騒音や違法行為が深刻化。警察が1時間おきに巡回するようになり、敷地への無断侵入が発覚すると、最大5000万ウォンの罰金が課せられる事態にまで発展した。最終的には2018年5月に病院の建物は完全に解体された。現在は大手物流会社のセンターが跡地に建てられ、かつての病院の面影は残っていない。アメリカ・コネチカット州にあるウォーレンオカルト博物館。世界で最も危険な呪物が集められた封印の保管庫と呼ばれるその場所で、一つの人形が静かに安置されている。その人形は世界一呪われた人形アナベル。博物館の一室にある封印されたガラスケースは、今もこの人形を見に来た者に異変をもたらしているという。今回はその背景や詳細について一緒に探っていこう。まずアナベルの歴史を紐解いていこう。この人形が最初に注目されたのは1970年代初頭、アメリカのコネチカット州に住む2人の女性、ドナとアンジーが持っていたラガディアンという布製の人形がその始まりだ。ラガディアンといえば見た目は愛らしくて柔らかい、とても呪われているようには見えないだろう。この人形はドナの母親が彼女の誕生日にプレゼントしたものだった。しかしその人形が部屋の中で勝手に移動していることに気づいたとき、彼女たちの生活は一変する。最初は些細な変化だった。ソファーに座らせておいたはずの人形が次の日には椅子に移動していたり、腕の位置が変わったりしていた。君なら単なる気のせいだと思って無視するだろうか。だがこの小さな違和感は次第にエスカレートしていく。ある日、ドナは人形のそばに奇妙なメモを見つけるようになる。そのメモには助けてといった文字が書かれていたんだ。不思議なことに彼女たちはその紙を自分たちで用意した記憶がない。さらに不可解なことに、人形から血のような液体がにじみ出るという現象まで起こる。それは人形の胸元や手首から湧き出てくるようだった。この液体を調べたところ、
人間の血液ではないことが判明しているが、その正体は不明のままだ。ここまで来るとさすがに普通の出来事じゃないと感じるだろう。事態を深刻に受け止めたドナとアンジーは友人のルーと相談し、ついに超常現象の専門家に助けを求めることになる。その専門家とは心霊研究家として知られるロレイン・ウォーレン夫妻だ。彼らは資料館シリーズの映画にも登場する実在の人物で、多くの超常現象を調査している。ウォーレン夫妻はアナベルを調査した結果、恐ろしい結論に達する。この人形には悪霊が宿っている可能性が高いというのだ。ただしその悪霊は単に人形を動かしているわけではない。この悪霊の目的は人形を通じて人間に接触し、最終的にはその魂を奪うことだと説明している。彼らはこの人形がいわゆるポルターガイスト現象の媒体となっているだけでなく、より深刻な悪魔的存在の侵入を助ける役割を果たしていると指摘している。ルーはドナたちの友人で、当初からこの人形に対して嫌な感じを抱いていた。ある夜、彼は恐ろしい体験をする。寝ている間に悪夢を見たのだ。その夢の中でアナベルが彼の胸に乗り動けなくしてくる。そして突然胸に激痛が走り、目を覚ますと彼の胸には深い傷跡が残されていた。この事件がアナベルの恐ろしさを決定的なものにしたと言えるだろう。さらに別の日、3人がアナベルを調査しようとした際、異様な物音を聞きつけた。ルーが音のする方へ向かうと、突然目に見えない力に押し倒され、背中に激しい痛みを感じた。後に確認すると、彼の背中に新たな傷跡が現れていたという。この出来事により、彼らは完全に人形の危険性を確信することになる。アナベルに関するもう一つの重要なルールが、目を合わせてはいけないというものだ。このルールはアナベルが他者と視線を通じて悪影響を及ぼす可能性があると信じられているからだ。博物館の訪問者やスタッフの間でもアナベルの目を見ると頭痛や吐き気を感じたという報告が複数ある。あるスタッフはアナベルのケースを清掃している最中にうっかり目を合わせてしまい、その晩悪夢にうなされたと語っている。その夢ではアナベルが実際に動き出し、彼に悪夢を見せたという。アナベルがウォーレン夫妻の手に渡った後も不穏な事件は続く。博物館に訪れた若いカップルがその一例だ。男性がアナベルのガラスケースを指さしながら、本当に呪われているのか試してみようと冗談交じりに挑発した数時間後、彼らはバイク事故を起こした。彼女は軽傷で済んだが、男性は命を落とした。多くの人々がこれを偶然ではないと考えている。さらに毎月の祈祷を怠った際には、博物館内で物が勝手に移動するなどの怪現象が報告された。これが偶然か否か、君はどう思う？もう一つの事例を紹介しよう。ある観光客が博物館を訪れた後、謎の体調不良を訴え、医師でも原因が特定できなかったケースがある。その観光客はアナベルの写真を撮影した際、写真を撮るなという声を聞いたと証言している。その後彼のカメラは故障し、撮影した写真も全て消えてしまったという。ウォーレン夫妻の博物館に安置されているアナベルは特別に設計されたガラスケースに収められている。このガラスケースには鍵がかかっており、定期的な聖職者による祝福が行われているが、現在周囲にどのような影響を及ぼしているかは不明である。